おはようございます。いつもご視聴いただいてありがとうございます。デリックです。今日は2026年の8月7日金曜日になります。今回の動画は前回の続きでビュエル XB の夏自宅の動画になります。追加で取り付けたシリンダーヘッド冷却ファンについての話や PC とビュエルを USB ケーブルでつないでセッティングソフトの紹介をしようと思います。それでは始めていきましょう。次何したっけ？次夏支度かな。で、夏支度で何したかっていうと、まず豆腐板作りました。定番なんですけど、ダイソーで売ってる P 板、100円で売ってます。ペットボトルじゃないけどナイロンみたいな素材がね売ってるんで、ちょっと寸法をイラストにして出せると思うんで、それを見てもらって、ホースの避ける部分だけね切ってもらって、自分はね特にどこも固定せずファンのところにガバッとかぶせてるだけです。これをするだけでファンが回った時のね排気がシート下に入らなくなるんで、いやもうないとね盛大にシート下に熱気が入っちゃうんで、シート下に熱気導入しても何もいいことない。いいことあるっつったらバッテリー温まって活性化するぐらいじゃないかな。で、豆腐板を入れました。100円でできるんで、もしやってない人いたらね絶対やった方がいいです。太もも汗だくになるじゃないですか、ファン回っちゃうと。だから夏支度の一つとしてねやっといてもいいと思います。で、次がファンの増設をしましたっていうのが、どこにファンつけてんってね思うと思うんですけど、パッと思いつくのはダクト入り口にファンつけて強制的に冷やしたらいいんちゃうかっていうのは多分誰でも思いつくと思うんですよね。でもね、それは多分自然なエアフローの流れを阻害してしまいそうだなっていうのがあって、取り付けもちょっとかっこよくつけれるのがあまりパッと浮かばなかったんで、それはちょっとやめようと思ってやめました。で、実際どこにつけてるんだっていう話になると、エアクリーナーの中にシロッコファンっていうよくノートパソコンとかで使うファンをね仕込みました。動画を見てもらえると思うんですけど、ここからは具体的な冷却ファン追加の方法を説明していきます。エアクリーナー内の空きスペースを利用してシロッコファンを設置しました。エアクリベースに開けたホールからリアシリンダーヘッドを冷却しています。使用したファンは 12V 駆動で縦横 9.7 センチ、厚み 3.3 センチのものです。エアクリーナーエレメントのリア側の隙間にギリギリで収まります。軽量で丈夫なアルミ複合板を使用してベースプレートを作ります。アルミ複合板はホームセンターの金属板コーナーに売っています。切断加工をカッターとサンドペーパーでできるので便利です。ビュエルは振動が多いので接続箇所は多めに取っておきます。5箇所穴開けをして穴位置の型紙を作っておきます。スペースの都合上、固定穴はベースの外側から開けることになります。ベースの厚みなども考えてクリアランスなど少し余裕を持たせてください。樹脂なので 4.8mm の穴を開けて緩くならないようにしています。型紙は厚紙等でも大丈夫ですが、穴位置がずれないようにしてください。エアクリベースはシロッコファンの吹き出し口の部分をスムージングします。ハンダゴテやカッター、回転砥石を使って表面を整えました。穴を開けて吹き出し口を作ります。ホールソーを使用して大まかに穴を開け、前述のツールで整えました。ホールソーは木工用の 20mm になります。綺麗な長穴になるようにしっかりと整えてあげましょう。この時、穴の位置をずらしたりすることで吹き出し方向を多少調節できると思います。ベースプレートはリベット止めにしました。手持ちの 4mm でとりあえず止まったのでそのまま使いましたが、多分 6mm 以上のリベットにワッシャーをかませて止めるのが最善だと思います。ファンの厚みはこれが上限です。前後の幅がギリギリ入らないのでエアクリベースの干渉部分を加工しています。車体に仮置きするとこんな感じになります。本当にギリギリのクリアランスで収まっているのが分かっていただけると思います。で、そのシロッコファンの風をねヘッドに向かって真下に穴を開けて流すようにしてます。ちょうどねリアバンクのシリンダーヘッドの真ん中の穴に入るようになってるんですけど、排気する場所としてはちょうどバラしたことある人ならわかると思うんですけど、アースケーブルとマウントのロッドがねつながっているところ、あそこの空間めがけてエアをね導入してます。多分気になると思うんですけど、エアクリ吸気してるところの横から横取りしてるんで、それどこなみたいな
とこはあると思うんですけど、今のところね全く問題はないです。っていうのが対策していて、ファンコントローラーを間にかませてます。ファンスピードを変えれるようにしてるんで、これね、もし真似する人いないと思うんですけど、真似する人がもしねいたらね、全開ではつけちゃダメです。実験したわけじゃないんで正しいかは分かんないですけど、シロッコファンってね回転数結構高いんで、12ボルト直結にしちゃうと結構な風量なんですよ。その風量をシリンダーヘッドに向けて全開で流しちゃうと、多分元々のエアフローを乱しちゃうのもあるし、電動ファンが回るための温度センサー、リアバンクのシリンダーヘッドの温度を拾っているセンサーがシリンダーヘッドの上についてるんですよ。でそこに向かって風を全開で当てることになっちゃうんですね。だから正確な温度を測れなくなってしまうっていう懸念が出てくるんです。温度を上がりきってファンが回りきれば、結局同じではあるんですけど、そのファンが回りきる間の温度が高くなってしまうんですね。後ほど説明する PC でね、設定してしまえば事足りる話ではあるんですけど、そこまでやらない人だったら 12V 全開はやめた方がいいです。あまりお勧めはしないなっていうところがあります。やっぱりね、純正のバイクってコストと戦いつつっていうところではあるけど、ちゃんとテストされてそれで決められてるところなんで、だからあんまりねバランスを崩すようなことはせず、やるとしても補助的なところに収めといた方がいいかなと思います。ということでファンコントローラーをつけて、よっぽど渋滞とかになったら全開にして走ってもいいかなとは思うんですけど、普段はねちょっとだけみたいな感じにしてます。で、あとね、ようやく USB ケーブル、ビューエルと USB でパソコンをつなぐケーブルをやっと買いました。ちょうどなんかメルカリに安いやつあったから、買っとこうと思ってメルカリで買ったんですけど、ちゃんと使えて PC をつないで、調整するためのソフトが SpyECM っていうソフトなんですけど、そのソフトを使ってねいくつか設定をしました。やっとエラー出てたやつ消したりで個人的には一番ここでかいんですけど、やっぱり意味わからんエラーログが残ってたんで、レース用 ECM を買ったんですよ。で買ってつけて動くわで戻したんですけど、したらエラー出ちゃって、そのエラーがねやっと消えて気持ち安心っていう、ようやくエラーランプがまともに動くようになりました。やっぱ山頂は涼しいですね。そんな感じでございます。でそんなわけでスパイ CM を使って、ログ消して TPS リセット、スロットルポジションセンサーリセットをしました。最初ねスロットルポジションセンサーリセット、言いにく TPS リセットをした時めちゃくちゃ調子悪くなったんですよびっくりした。こけちゃったか。スクーター止まってましたね。3等線の315線3等線って言うんですけど、3等線のね奈良側はちょっと意地悪なコーナー多いんで回り込んでるから、もし走る人いたら注意してくださいね。奥でグッてこう回り込んでるコーナーが結構多いんで、慣れたらなんてことないんですけどね、初めて走る人はちょっとオーバースピードで行っちゃうと奥でグイって曲げられて、曲がれねえドーンって行く人多いの分かりますよね、あのカードで見たらなんでね、話戻すと、TPS リセットをして、でめちゃくちゃ調子悪くなっちゃったんですよね。で悪くなったと思ったら学習してくれたみたいで、今はめちゃくちゃ安定してます。スパイ CM を導入するにあたって一応ざっとマニュアル読んで、どういう制御してるんだなっていうのを理解して、やったんですけど、その話しようか。ちょっと面白いんで、しょいよりで話戻すと、年長どこで撮ってるかっていうと、スロットルポジションセンサー、液体にラムダセンサー、O2 センサーですね、排気に酸素がどれだけ残ってるかっていうのを測ってるやつがあるんですよ。回転数とスロットルポジションセンサーとラムダセンサー。これからお話しするのは長期的かつ全体的な年長補正の話になります。瞬間的な補正にはご覧いただいているセンサー類が使用されていて、それぞれの制御マップ領域においてリアルタイムで微調整がされています。かなり小難しい話にはなってきますので、なんとなくご理解いただければ OK かと思います。私も現在勉強中ですので、もし何かあればご教授いただければ幸いです。
その3つで今燃料どれぐらい噴射しますっていうのを決めてる感じなんですね。でその調整っていうのが領域が厳密に言うと5つあるんですね。1個目がアイドリングクローズドループっていう領域、アイドリング1300回転以下とかの領域かな。でこのラムダセンサーのもちろんスロットル回路0域でラムダセンサーのデータを拾って理想の空燃費になってるかっていうのをチェックして調整するっていうのがアイドリング域の1つ目の領域で、もう1個がクローズドループっていう領域。クローズドループっていうのはすごい簡単に言うと一定のアクセル回路で巡航している時の領域で、この領域が切り替わるのって別にスロットル何度でパチパチパチって変わるわけじゃなくて、スロットル回路と回転数の掛け算になってくるんで、こう平面的な二次元的なマップになってるんですね。でそのクローズドループっていう領域があって、でそれは何かっていうと都度リアルタイムで調整してくれる領域になってくるんですね。ラムダセンサー、大津センサーってみんな言うか。そう、大津センサーの数値が理想的な空燃費でちゃんと燃えてるかっていうのを判断して、薄かったら足すし濃かったら減らすっていうのをリアルタイムでやってくれるのがクローズドループ、巡航領域だと思います。でそのクローズドループの中にさらにクローズドループラーンっていう領域があるんですね。でそのラーン領域っていうのが何かっていうと学習領域になってきます。これがどういった領域かっていうと、巡航しながらさらに一番多分安定している領域、多分わりかし狭い領域だと思うんですけどね。でそのクローズドループラーンの領域で巡航しているとラムダセンサーが濃い薄いを判断してくれるんですよ。でこの人ねちゃんと燃えてるかちゃんと燃えてないかぐらいしか判断してくれない、めちゃくちゃ細かくは測れないんですよ。理想空燃費付近しか検知できないセンサーなんで、どう言えばいいかなこう難しい話だな。でそのクローズドループラーンの領域で巡航してるとラムダセンサーの数値が濃い薄いっていうのを判断して ECM の方に濃い薄いっていうのをフィードバックするんですよ。今濃いよ今薄いよってフィードバックしてくれるんですけど、ただそのクローズドループラーンの領域に関してはそこで学習するんですけど、すぐにそれをフィードバックするわけじゃないんですよ。巡航領域でクローズドループラーンの領域で走っている時に薄いってなったら濃くしませんかっていうのを ECM に言うんですよね。今薄いんで濃くしませんみたいな言ってくれるんです。でも何回か却下されるんですよ。でその却下される回数20何回だったと思うんですけど、20何回言ってようやく本当に薄いねって言ってようやく ECM が濃くしてくれるみたいな感じなんですよね。だからなんかタイミングでたまたま薄かったりしたらそれで変えちゃうとあまりエンジンに良くないんで、そのようやく変えてくれる数値っていうのが AFV エアフュエルバリューか、言うたら空燃費ですよね。空燃費の補正値が AFV っていうんですけど、マフラー変えたりするとすぐには補正してくれないんですよ。クローズドループラーンの領域、巡航領域でしばらく巡航してあげないといけないですね。その20何回やり取りするまで待ってあげないといけないんで、待ってあげてようやく ECM が学習してじゃあ濃くしましょうっつって濃くしてくれるんです。でその AFV の数値が上がると全体のマップを底上げする感じですね。そこで学習した結果を全体に反映するっていう風になってます。だから巡航してエンジンが安定している領域で燃長を確かめましょうっていう風になってるんですね。だからそれがクローズドループラーンっていう領域になります。あともう1個はオープンループ、もう1個じゃない、あと2個オープンループですね。クローズドループがリアルタイムにセンサーの数値を反映して調整するに対してオープンループは固定です。いわゆるよく見る燃長マップですね。何回転のアクセル何度の時にどれだけ燃料吹きますよっていう固定の数値がオープンループになります。ちょっと蜂が多いんで移動しました。そのオープンループはこの回転数、このアクセル回路の時はいくつ吹くっていうのを指数で設定していく感じですね。で、もう一つが、オープンループ WOT、ワイドオープンスロットルか、全開時のマップですね。だから下から順番に言うとアイドリング時のアイドリングクローズドループ、クローズドループで、その中にクローズドループランがあって、さらにその上の領域にオープンループ、全開時はオープンループ WOT のマップになるんですね。でそのオープンループのところに関しては
このセンサー使って補正とかしないんですよ。設定値をまんま導入するんで、同じく WOT のとこも同じですね。設定した数値をそのまま反映するっていうか、実行するっていう風になってます。でたださっき言ったクローズドループランの領域で学習した内容に関してはオープンループの領域にも反映されるんで、素人があんまいじることはないかなと個人的には思います。よっぽど年長細かく設定したいんであればとか、特性がめっちゃ変わるような改造をしたとかってなると変えた方がいいですけど、あんま素人がいじるようなもんでもないかなっていう感じです。その AFV のランニングついてるんで、ランニングでやってもらったらいいと思うんだよちょっとスパイ ECM 今日ねノート PC 持ってきたんでつなげてみましょうかね。車体側の接続に関しては S はここにねありますね。というわけで今は PC をつけました。これがね PL とつなぐためのケーブルです。よいしょ、つなぎまして、これがね ECM スパイだったわ今鳴ってるのがねつけたファンの音です。全開にするとここから熱風が出てくるんですね。今はうるさいんで切っといてもらい、でつながったんで、このね左上のボタンが接続します。反応しないって言われた。これねキルスイッチオンじゃないと反応しないです。 ECM がね通電しないんで今つながりました。でライブログデータのオーバービューを押すと、歯車マークを押すと、現在のこのビューエルのデータが出てきますね。心拍とかスローポジセンサー、今アクセル開けるとこういう風にね変わりますよね。リアルタイムに見れる。 EGO がねリアルタイム補正の数値ですね。今107まで上がってるんですけど、これマフラー変えたんで多分補正かかって上がってますね。でその下の AFV っていうのが、そのクローズドランニングループの領域で、学習した結果ここまで数値上がったっていうことですね。最初純正状態だと 101.8 かなぐらいだったと思うんですけど、今107まで上がってますね。でこれはねマフラーに穴開けたからですね。こんな感じでエンジンの温度とか空気の温度で WT コレクションは全回帰補正ですね。オープンループの分も 100%、 純正と同じですね。補正はかかってないけど、ここに AFV のパーセンテージがかかってくるんで、純正よりは濃くなってるはずって感じかな。でこのリージョンが今どの領域で動いてるよっていうところだと思います。オープンループ領域ですよ。エンジンかかってないですけど、今ちょっと全部説明するとキリがないんでざっと説明だけしましょうか。普通の人が使いそうな領域を説明すると、オーバービュー、今状態どうなのかなって見るっていうのと TPS リセット、これが何かっていうとスロットルポジションセンサーってだんだんずれるらしいんですよ。で今 TP アングル、スロットルポジションアングルが 4.1 度バルブが開いてるっていう風になってるんですけど、これをリセットしてあげるといいらしいんですけど、年1ぐらいかな。ざっと軽くどうやるかっていうと、スロットルポジションセンサーのアジャストスクリューが見えねえなここにあるんですよ。この裏にこれ見えるかな。これを開けるとスロットルポジションセンサーが解放されていくんですけど、でこの TPS ボルトスロットルポジションセンサーのボルテージ、これねアクセル回路で変わるんですけど、ボルテージが、一番低くなってこれ以上下がらないっていうところまでまず解放しまして、そこから2回転さらに回します。でアクセルを押してくださいみたいな、軽く押してスロットルを完全に閉じます。でその状態でリセットスロットルポジションセンサーっていうのを押すとリセットされるっていう感じですね。で終わった後に5度ぐらいまで TP アングルを上がるように締めてあげて、でエンジンかけて暖気した後に1050から1150回転数になるように調整するって感じですね。自分はね1000にしてます。1000回転で調整してます。発熱がちょっとあれなんでね、なるべく落としたくて。でもねビュエル基本的に高回転型というか回すように作られてるエンジンなんで、
あんまり回転数下げない方がいいですね。1000回転ぐらい下げても、それ以上下げると多分あんまりエンジンに良くないだろうなっていう感じがしますね。これは O2 センサーの種類、めちゃくちゃ厳密にセッティングしたいっていう人であれば O2 センサーをワイドバンドの広域のものに変えて、でさらにこいつリアバンクにしか O2 センサーないんですけど、それをフロントにも追加してあげて、さらに細かくセッティングするっていうこともできるみたいです。レースする人とかですね。で次ダイヤグはフェッチしてあげると、今どういうトラブルがあるんだ、なんか出てる、ネームシスタークローズで、エラー出てても今現状問題ないんでクリアしちゃいます。クリアされました。ちょうどよかったな。そうで、次にエラーマスクっていうところ、これは一般の人たまに使うかなっていうのがあるんですけど、センサー、アクチュエーター、ECM っていう3種類あって、でこれが何かっていうとセンサーのマスクなんですよ。これがチェック入ってると、ECU の監視下にありますよっていうところなんで、チェック外すと、ECM の監視下から外れるんですね。だから一般の人がやるとすれば、こういうセンサーはね純正のままにしといて、アクチュエーターで、エキゾーストバルブモーター、ここですね、これを監視下から外してあげると、排気バルブ外してエラーランプ光りましたよっていうのを防ぐことができますね。だからレジスタープラグ抵抗を入れたりとかしなくていいですね。ただエラーは起きてるけど無視するっていうだけなんで、エラーは起きてるっていう感じにはなります。であとシステム、エキゾーストバルブが何回転で開くとか、そういうのもめちゃくちゃ細かく設定できます。素人がいじることはあんまりないと思います。これはあれですね、レブリミットですね。レブリミット、エンジン温度が高くなりすぎたらエンジン止めますかみたいな、スパークオフしますかみたいなとかですね。でファンの周りは出す温度設定とかで、コレクションっていうのは補正ですね。全体的な補正とか、アクセル閉じた時に何%燃料カットしますとか、本当にね細かくチェックが設定できるんですよね。このジェネラル、コレクションの補正のジェネラル全体で、これが OL がオープンループの補正 105% になってる。で WT 全海域は 110%で、このグローバルっていうところいじれるらしいんですけどね、自分のはいじれなかったですね。でも AFV 補正がかかるんでいらないのかなと思うんですけど、こんなマニアックな話を聞いて楽しい人はいるんだろうか。これは燃料噴射量のマップになります。これは点火タイミングのマップですね。どれぐらい深刻するかっていう話になってくると思います。でリアバンクとフロントバンクそれぞれ違うマップ使ってるってことみたいですね。こんなもんですね。ちょっとバイクのバッテリー上がりそうなんでこんなもんにしたいと思います。ちょっとエンジンかけてみましょうか。このリアルタイムログで。よいしょ。リアルタイムログを反映させるのは歯車スイッチなんで、これを押すと今どうなってるっていうのを見ることができますね。アイドリング800になってるなこの右下のリージョンっていうとこを見てもらったら、今どのマップ使ってるよっていうのが分かります。今アイドリングマップ使ってます。上げていくとオープンループで、閉じるとデセレーション減速マップ、そうか、じゃあ6つあるんだな減速マップもある。こう煽ったぐらいではクローズドループに入らないんですよ。入らない。そうだから本当にちゃんと巡航してあげないと学習してくれないんで、マフラーとか変えた後はね、ある程度ちゃんと巡航してあげてもらった方がいいと思います。こんなもんかな。なんかこれも知っといた方がいいよみたいなのあったらコメントでもらえたら自分もね、今勉強中なんで、ただマップはさすがに、触る気もないし触る必要もないと思ってます。はい。
そうでちゃんとね補正かかっていい感じになってきたらファンの回り出すスピードがめちゃくちゃ遅くなりました。ちょい乗りぐらいじゃ回らなくなったですね。もう明確に回らなくなりました。よし、はい、そんな感じでございます。で上のファンもね回してるんですよ。でそれもね効果はあったみたいです。ちゃんとシリンダーヘッドを上から冷やしてくれるのと、信号待ちに風がない時でもやっぱり空気を、入った分出ていくんで、一応効果はあるみたいですね。工具持ってくの忘れたわ。開けて見せようと思ったんだけど、写真か動画で見てもらえるかな。ここにね見えないけど、見えないようにダイヤル設置してあるんですよ。ボリュームここにあるんですけど、こんな感じで、そうや、これマジックテープ止めたわそう、ここにファンがあるから、これがないとここにバーって熱気が入っちゃうんで、これはね電子部品にはよろしくないんで、豆腐板入れてあげて、この下にねここからちゃんと抜いてあげるっていう100円でできます。作ってください一応ねここから風出てくる程度にはエアクリからのね風を送ってるんで、やっぱり冷たい風になるんでいいっすよね。でもしかしたらなんですけど、そのエアクリに入ってくる空気の脈動が減るんで、もしかしたらスムーズな吸気に寄与している可能性がワンチャンあるかもしれない。よし、帰るか。低温が強化されたかな。程いい、本当にちょうどいい音だと思います。もしなんかお安くね音を上げたいって時は 9R のマフラー買って穴開けてくださいよし、あとはたい焼きを買って帰ります。あとついにうちのやつもねニュートラルランプセンサーがダメになりました。ニュートラルついてるんですけど、こうスターター押してもねつかないんですよ。でこれ何かっていうと、ニュートラルランプセンサーの内部接触が悪くなって、抵抗値がね今6オームから7オームぐらい出てるんですよね。でこれね多分電球だったらもうこれ光ってないんですけど、 LED だからその抵抗値が高くなっててもかろうじて光ってるっていう状態になってます。抵抗値が高いんでスターターモーターの信号を送る余力はなくて今回らないっていう状態になってます。ニュートラルランプセンサーを直結してアースに落としたら普通に回るんで、ニュートラルセンサーが壊れてるっていう状態になってます。でも買えるのね大変なんですよ。これさすがにお店に頼むことになると思うんですけど、どうしようかなって感じですね。はい、そんな感じでございます。割とあっさりした動画にするつもりががっつり喋っちゃった。理解すると面白いですよね。インジェクションチューニングもちゃんと理解するともうやっぱセッティング変更楽なんで、勝手に補正してくれるとか、キャブだとまずないんで、この点はやっぱり楽だなと思います。デュエル乗ってる人以外あんまり興味はない内容かもしれませんが、インジェクションってこんな仕組みで動いてんだなっていうのをこう軽くね把握してもらえるかなと思います。この動画はそろそろおしまいとなります。長々とご視聴いただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントもお気軽にどうぞ。このチャンネルでは今後もツーリングやメンテナンスの動画をお届けする予定です。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。I wanna see you again, see you again. I don't wanna pretend. Let's do it again.